頑張っている人ほど実は静かに削られています。仕事は行けるんですけど、家に帰ると本当に止まるんですよね。タスク開いたままスマホだけ見て気づいたら夜です。この動画ではなぜ休んでも戻らないのか、その理由を整理します。最近休日なのに疲れませんか？ではなくて、休んだのに戻らない感覚が続いていませんか？あります。昔は寝れば戻れたのに、今は休日が気絶みたいに終わります。でも周りからは普通に見えるから甘えっぽく感じて余計辛いんですよね。これ自分が弱くなっただけではないかもしれません。今回紹介するのは虚弱に生きるという本です。著者は絶対に終電を逃さない女さん。タイトルだけ見ると弱い人の話かなって思いました。自分も最初体が弱い人向けの本かなって少しずれて受け取ってました。でもこの本はちゃんと生きようとする人がどう削られていくかを言葉にしてくれる本なんです。この本を読むとなぜ普通だけで消耗するのか、その正体が変わります。なんか頑張りが足りないって思い込みすぎてたかも。自分 LINE 返せないだけで人としてダメだって責めてました。ここを勘違いすると、どれだけ頑張ってももっと動かなきゃで削れ続けます。この動画では本の要点を3つに分けて紹介します。真面目な人ほど壊れる理由、休んでも戻らない理由、そして削られない生き方です。強くなるじゃなくて削られないってちょっと安心しますね。これは会社員の現実を変える一冊です。この本って頑張れない人の説明ではなく、普通に生きるだけで削られる人を整理してくれる本なんです。なんか頑張れない自分の話だと思ってました。自分ももっと強くならなきゃって方向で考えてました。でもこの本は逆なんです。強くなる前にまず削られ方を知る、そこから始まります。本の中では仕事はいける、でも家で泊まる人の感覚がかなり細かく描かれています。動けないっていうより止まる感じです。洗濯物見たままなんか固まる時あります。そうなんです。この本って症状を並べるより生活の止まり方を描いています。そしてこの本を読むことでなぜ休んでも戻らないのかがわかるようになります。休み方が下手だから回復しないんだと思ってました。だからもっと効率よく休もうとか考えてました。でも普通に生きるだけで毎日少しずつ削られていたら1日休むだけでは戻れません。ここかなり重要です。多くの人が回復不足だと思っています。でも本当は常時消耗なんです。回復できない人じゃなくて削られ続けてる人。それならなんで自分だけって責めてた理由も少しわかる気がします。この考え方を知らないままもっと頑張るで進むとさらに止まりやすくなります。またこの本の特徴は気合で変わる方向に行かないことです。自己啓発っぽくもっと動こうじゃないんですね。むしろこれ以上削られないを考える感じですね。そうなんです。だからこそ昔より動けないと感じている人に刺さるんです。この後紹介する3つのポイントでもどうすれば強くなるかではなく、なぜ止まるのかを整理していきます。1つ目のポイントは真面目な人ほど壊れるです。それ正直ちょっと逆な感じします。真面目な人ってむしろ安定してそうです。そう見えるんです。でもこの本では普通を演じ続ける人ほど消耗が積み重なると語られます。例えば仕事中は普通なんです。頼まれたこともやるし、周りからもちゃんとしてる人に見えます。大丈夫そうに見られる側です。自分も疲れてるって言いづらいです。これかなり大きいんです。真面目な人ほどまだやれるを続けてしまいます。本書では壊れる人はサボる人ではなく無理を標準化した人として描かれています。
これくらい普通って自分に言い聞かせてます。仕事終わった後、床で止まっててもみんな同じだろって処理してました。でも普通が重すぎる人はそこで少しずつ削られていくんです。ここで大事なのは気配不足と考えないことです。多くの人がここで自分を責め続けています。自分もっと効率よくばかり考えてました。だから止まるたびにまたダメだったってなります。この考え方を知らないと頑張るほど自分責めも強くなります。ここは本当に危険です。だから本書ではもっと頑張るより先に削られているを認識します。なんか弱い人って話じゃないんですね。むしろちゃんとやろうとする人ほどハマりやすい感じです。そうなんです。だからこのポイントは怠けの話ではないんです。2つ目のポイントは休んでも戻らないです。これ最近ずっと感じてます。寝ても休日でもなんか戻らないんですよね。この本ではそこを回復不足だけでは説明しません。多くの人はもっとうまく休めば戻れると思っています。でも本当は毎日ずっと削られている。あ、疲れを取るじゃ足りないんですね。自分休み方が悪いって責めてました。でも普通に働くだけで消耗していたら1日では戻れません。例えば休日の朝に起きても体が重い、やることはわかるのに動き始められない。わかります。洗濯だけで1時間止まるときあります。 LINE 返そうとして開いたまま閉じるとか毎日やってます。本書はそういう生活の停止感を丁寧に言葉にします。ここで重要なのは怠けと切り分けることです。多くの人が自分が弱いと誤解しています。自分昔はもっと動けたがずっと頭にあります。だから今の自分を見るたび焦げるんですよね。これ本当に多いです。でも戻れないのは意志の弱さだけではありません。この本では回復できないではなく削られ続けていると考えます。それなら休めば戻るが通じないのもわかります。むしろこれ以上削られないが先なんですね。そうなんです。だから本書は回復テクニックの本ではないんです。ここを勘違いするともっと休みを充実させようだけになります。でも原因が毎日のそぎなら見直す場所も変わります。もっと頑張るじゃなくて減らすが必要なんですね。なんか少しだけ安心しました。このポイントは休めば戻る前提を静かに崩してくれるんです。3つ目のポイントは強くなるより削られないです。それ今までと逆の考え方ですね。自分はずっともっと強くならなきゃって考えてました。多くの人がもっと頑張れる自分を目指します。でも本書はそこに警告を出します。例えば仕事が終わった後まだ頑張れるで動き続ける。休日も有効活用しなきゃで埋めてしまう。あ、休みの日ほどちゃんとしなきゃって焦ります。自分休みなのに何もできなかったで終わります。でも削られ続けている状態でもっとやるを重ねるとさらに止まりやすくなります。本書が面白いのは成長を否定しているわけではないところなんです。で、頑張るなって話ではないんですね。自分最初そこ誤解してました。そうなんです。強くなる前にまず削られ方を減らす、その順番なんです。例えば通知を減らす、全部ちゃんと返すを少し緩める、予定を詰め込みすぎない。なんかもっと努力と逆ですね。でも今の自分にはそっちの方が必要かもです。本書では頑張れないを根性論で押しません。そこが大きな特徴です。ここを勘違いするともっと成長しなきゃだけが増えていきます。でも削られ続けた状態では成長も続きません。自分止まる自分
お嫌いすぎてました。だから無理やり動こうとしてさらに止まってました。これ本当に多いんです。真面目な人ほどまだやれる。送り返します。だから本書はどう強くなるかより先にどう減らすかを考えます。強くなれないじゃなくて削られすぎてたなんですね。そうなんです。この視点が入るだけで自分への見方が少し変わっていくんです。この本で特に印象的なのが普通に生きるだけで疲弊するという感覚です。その言葉ちょっと刺さります。特別な失敗があったわけじゃないのに毎日しんどいんですよね。この本では大事件より毎日の小さい消耗が人を止めていくと描かれます。例えば朝起きる、満員電車に乗る、愛想よく返事をする、空気を読む、ミスしない容器を張る。あ、全部普通のことですよね。だから逆に疲れる方がおかしいって思ってました。でも本書はそこを否定します。普通が重い人は本当にいるんです。さらに印象的なのが説明できない疲労です。それめちゃくちゃわかります。理由聞かれてもうまく言えないです。何が辛いのって聞かれると逆に黙ります。ここすごく大事です。人って理由がわからない苦しさを自分のせいに変えやすいんです。本書のエピソードでは休みの日に何もできない状態も描かれます。でも周りからは見えません。だから怠けてるだけに見えそうで怖いです。自分も動けない時ほどスマホ触ってごまかしてます。でもそこで必要なのはもっと頑張れではありません。この話が示しているのは限界はある日突然ではなく小さなそぎの積み重ねということです。突然壊れたと思ってたけど前から削れてたんですね。だからまだ平気が危ないんですね。そうなんです。真面目な人ほどこれくらい普通を繰り返します。そして本書では動ける日と止まる日の差にも触れます。あれ自分でも説明できないです。昨日できたのに今日だけ無理とか結構あります。そこを甘えだけで処理するとさらに自分を追い込みます。本書のエピソードは頑張れない人を責めません。むしろ削られている状態を見ようとします。弱いじゃなくて削れてたなんですね。そうなんです。この視点を持てるだけで自分への責め方が少し変わっていくんです。この本の内容は日常の小さい消耗を減らす場面でとても役立ちます。頑張る以外の考え方ってあまり持ってませんでした。自分ももっと効率よくばかり考えてました。でも本書は増やすより減らすを先に考えます。例えば会社員の場面です。毎日スラックやメール、LINE 通知まで全部に反応し続ける。あ、返さなきゃがずっとあります。仕事終わった後も通知見るだけでちょっと疲れます。だから本書では全部ちゃんとやるを見直します。ここが実生活で重要なんです。例えば通知を減らす、返信を即レス前提にしない、休日に予定を詰め込みすぎない。それだけでも少し楽になりそうです。自分休日まで有意義にしなきゃって焦ってました。でも休みを完璧に使うも消耗になることがあります。この本の内容は人間関係の場面でも役立ちます。特に嫌われないようにを続けてしまう人です。あ、空気読んで無理に合わせることはあります。自分も断るだけですごい罪悪感あります。本書では優しい人ほど自分を後回しにすると語られます。だから実生活では全部答えるを前提にしない、今は無理を少し許す。でもそれってわがままに感じます。自分ちゃんとしないと人としてダメな気がしてました。ここ本当に難しいです。でも削られ続けたままだと何も続かなくなります。また一人暮らしの場面でも
この本は役立ちます。全部きちんとやろうとすると生活そのものが重くなります。わかります。洗濯とか食事とか一気に重なると止まります。自分、ちゃんと生活できないって責めてました。本書は完璧な生活を求めません。止まらない形を探します。この考え方ってもっと強くなる、より今の自分を守る方向です。頑張れないを責めすぎてました。自分、もっとやれるを繰り返しすぎてました。だから本書は努力の足し算ではなく消耗の引き算を教えてくれるんです。この本の本質を一言で言うなら、弱いのではなく削られ続けていたという視点です。自分、頑張りが足りないって思い込みすぎてました。自分ももっとやれるを繰り返してました。でも本書はもっと頑張るの前に何が削っているかを見ようとします。今回紹介したのは、真面目な人ほど壊れる、休んでも戻らない、そして強くなるより削られないという3つの視点でした。頑張れないを少し違う角度で見れました。自分、甘えだけで処理してました。ここを勘違いすると、もっと頑張れしか選べなくなります。でも削られている状態ではまず守ることが必要なんです。この本は根性で変わる方向に行きません。むしろ普通に生きるだけで疲弊する人を理解しようとします。弱いじゃなくて削れてたは救われる感じがあります。自分、まだやれるを繰り返しすぎてました。真面目な人ほどこれくらい普通を続けます。だからこそ気づかないまま削れていきます。もし今休んでも戻らない感覚があるなら、まずはもっと頑張る以外の見方を持ってみてください。努力不足だけじゃないのかもって少し思えました。自分も止まる自分を責めすぎてました。今日は5分でいいので通知を1つだけオフにしてみてください。削られる量を減らすだけでも少し呼吸しやすくなります。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。